昔、白馬の山のふもとの村に、模索と美濃吉という親子の鉄砲打ちがおった。模索は腕の良い漁師なので、美濃吉を連れて山から谷から歩き回っては獲物を打ち取った。雪の深いある年の冬のこと。二人が暮らししを追って山の奥まで来ると、急にあたりが黒うなってのさのさと雪が降り始めた。困ったぞ、引き返すべか。だがその頃から風も出た。風はのさのさひょうひょうと吹き募って足元さえ見えないほど。美濃吉、よい。これは暮らししどころじゃねえわ。確かこの辺りに山小屋があるはず。小屋を見つけようずら。その間も雪はのさのさと降り積もる。二人はやっとのことで見つけた山小屋に入り込むと、いろりの火を焚いて凍えた体を温めたと。無理せんで今夜はここに泊まるべ。二人が凍って硬くなった握り飯をシャリシャリポクポクかじりながら耳を澄ますと、吹雪はやっと収まるらしく、外はいつからかしんとしている。時々ガタッと戸を揺さぶって風が入ってきた。隙間から覗くと雪が止んで、外はカーンとした月夜だ。雪をかぶった木や岩が化け物みたいに山小屋を取り囲んでいる。雪はもう大丈夫だろう。それでも二人は火のそばで横になっていたが、そのうちに眠ってしもうた。どれほど経ったろう。ゾクッと寒さがのしかかってきて、うとうとしていた美濃吉は目を覚ました。見ると模索は胸をかきむしるようにして眠っている。おとう、苦しいのか。美濃吉は起き上がろうとした。するともう一人小屋の隅に誰か知らん美しい娘がすっと立っているではないか。いつの間に入り込んだのだろう。全身がぼーっと白く輝いた娘はゾクッとするほど美しかった。誰な。美濃吉は慌てて起き上がろうとした。怪しい女だ。だが起き上がるどころか声さえも出ない。いろりの火は消えようとしている。娘は覗き込むように顔を近づけると、にーっと笑ってね。お前気に入ったぞ。そう言うと、娘は足元で丸くなっている模索に素早くかぶさって凍った息をふーっと吹きかけた。
美濃吉は鉄砲を取ろうとするが、やっぱりびくとも動けない。美しい娘はゆっくり振り返ると、またもにーと笑ってこう言った。私はお前が気に入ったで。今日のところは何もせん。だが、たった今見たことをちらっとでも人に話すと、お前の命はないと思え。約束したすらに。言い終わる間もなく、入り口から吹き込んできた風に乗って、娘はたちまち消え失せたと。後に模索は鉄砲を抱えて、凍りついたように死んでおった。それから1年が経った。やっぱり大雪の晩のことだった。日が暮れて間もなく、一人住まいの美濃吉の家をトントントンと叩く者がいる。誰だべ。美濃吉が出てみると、娘が一人しょんぼり立っている。旅の者やが道に迷うて難儀しております。今夜一晩泊めてもらえませんか。娘は今にも倒れそうだったもんで、美濃吉は中へ入れてやり、熱いおかゆを食べさせてねい。世話をしたわけだ。雪はそれから7日もの間、のんのんわっせわっせと降り続いたと。身寄りのない娘は美濃吉の嫁さんになってね。この嫁子は美しいだけやない。よう働いた。こうしてまた何年か過ぎた。二人の間には子供もできて、幸せな日が続いておったと。ところがやっぱり大雪の晩のこと。いろりの火に手をあぶりながら、美濃吉はふと山小屋のことを思い出してね。嫁子相手に話し出したと。親父様が死んだのもやっぱりのんのん雪の降る晩でね。聞いている嫁子の目が青く光り出した。だども不思議なこともあるもんだな。お前はあの晩の雪女とよう似とるがよ。すると嫁さんは繕い物を払いのけて青白い顔で振り向いた。とうとう言ってしもうたね。命をもらう約束だが、子供のことを考えて命だけは助けてやるべ。それっきり雪女はひょろりと外へ出た。そして粉雪に紛れながら、子供のことを頼むんだぞと泣き声で叫んで後
跡形もなかったそうな。くじけることも